雨。11時からか。残念。ダメだ、やってね。そう、10時からか。腹減ったな。あー、腹減った。あと63キロ、到着予想は12時7分。大洗に向かってます。大洗からフェリーに乗って北海道に行こうと思ってます。カツオはね、カブでね、大洗の方に向かってるので、フェリー乗り場で合流して一緒にフェリー乗って北海道行こうと思ってます。大洗に着きました。夕方のフェリーで北海道に行くんですけど、なんとこのクロスカブで今回は行きます。海子はボンゴで、後から大洗で合流して一緒にフェリーで行くんですけど、軽くこれを紹介すると、ホンダのクロスカブのくまモンバージョンです。 50cc 原付きです。で、買ってすぐにいじったのが、まずこのスマホホルダーをつけて、バッテリーから充電できる USB のポートをつけたんで、これで充電しながらナビを見ながら進めるようにしました。で、あとこれシールドちょっとかっこいいからつけてみました。これでちょっと風も軽減されてます。で、ヘルメットもやっぱ長距離移動するときって風がかなりきついから、シールド付きのヘルメットを使ってます。で、ここに2リットルの水をゴムで、100均のゴムでくくりつけてます。で、ここにバーがあって、ここにドリンクホルダーを設置して、信号待ちの時とかに飲めるようにしてます。で、後ろはこれジビっていうのかな、何リットルだっけ、40リットルかな、40リットルのこれめっちゃ5万5、6万ぐらいしたんだけど、リアボックスをつけてます。鍵かけられるんで、貴重品とかこの中に入れてます。で、その上にエアマットと低反発マット、サイドバッグが両サイドにあって20リットルずつ入るのかな。ちょっとパンパンになっちゃったんだけど、食べ物と服と登山靴を入れてます。防水素材になってて、雨が降っても大丈夫でした。で、これなんかここにポケットみたいのがあるから、サングラスのケースをこっち側しまってます。こっち側は主に釣り道具が入ってます。釣り竿はこういう風にして、ここにカラビナでくくりつける感じにしました。釣り道具と、あとドローンか。ドローンもここに入ってる。で、あと上に入りきらなかった鍋。こっち側のポケットがあって、グローブを入れてます。寒くなった時とか、ちゃって開けれるんだけど、
まずパソコン、あとこれ GoPro の部品たち、 GoPro、 ティッシュ、この中は100均のランタンが入ってます。であとなんかナイフとかスプーンとか予備のゴム紐とかコップとか、まあ、キャンプ道具かな基本的に。これがまだ1回も使ったことない岩谷のガスバーナー。これマルチツール、スキレットも持ってて、あとこれメスティン、ダイソーのメスティン使いたいな。でなんとこれは風防かな。これジャックリーのポータブル電源400です。いつもキャラバンに置いてるやつを持ってきた。でこれガスの缶の蓋、さっき落ちてたな。ガスで、あとこれ北海道行くんで熊よけスプレー、なんか調味料とかマジックソルト、醤油、カレー、あと米を1合袋に入れたものを2個一応持ってきました。これでいつでも食いっぱぐれない。缶詰とかもさっき買ったから、缶詰とかこの中入ってる。ソーラーパネル、こんなちっちゃくなるの。ソーラーパネル100ワットぐらいあるのかな。最悪これから携帯とか充電したりできるし、これからこのジャックリーに充電したりもできる。そこまでする必要があるかわかんないけど、必要性があればできます。でこれはガスバーナーのにセットできるテーブルとか箸とか、あと釣り具のこの中にテントというかあれが入ってます。ツェルト、簡易的なテントみたいな。寝るのはそのツェルトで寝ようかなっていう感じ。キャンプするときはね、海子と一緒にいるときはボンゴで車中泊したり、あとライダーズハウスとかも。で前にボイテッドの寝袋、これキャラバンでよく使ってるやつを100均のゴムでくくりつけて、装備はこんな感じです。であとナビも普段車の時は Google マップなんだけど、バイクだとバイパスとか通れない道とか案内されたら困るから、ナビタイムのツーリング用のアプリを入れて、初月無料だけどその後から月400円かかるアプリなんだけど、 50cc っていう設定を入れると原付で通れる道を案内してくれて無事に到着できました。曲がったりする場所の案内もかなり正確で、これは素晴らしかった。で今神奈川から大洗に来て、走行距離が 171.5 キロ、走行時間6時間36分6時間も走ったので、今からガソリンが結構満タンの状態でスタートしてなくなってきちゃったんで、ガソリンスタンドに行こうと思う。初めてのバイク旅だけどちょっと楽しいかも。携帯でナビを見ながらっていうか、ほぼ聞きながらなんだけど、この Google のワイヤレスイヤホンを耳に入れて、でナビの音声を聞きながら来ました。ドリップコーヒーの L と、あとホットパンソーセージで、期間限定の長寿ブレンドは、こちらは甘さとコクがあるコーヒーになってます。千葉丹学園はガールズパンサーというアニメとコラボしてじゃあ千葉丹学園、ガールパンを感じる。海来たー。この辺はガールズ&パンツァーの聖地ですよね。でマイワイ市場もね劇中で結構登場してたりするので、ガルパンの看板ある。ようこそ大洗町へ。かわいい。ガルパンギャラリーとかあるの。面白そう。ハロー。ガルパンギャラリー行った？行ってない。大洗に来た目的ガルパン3分の1ぐらいガルパン。
でもこのイベント参加っていうのはこのイベントもガルパンのイベントなのかもしれない。これダージリンサムライ。ダージリン様。そうすごい美味しそう。 5時半までに受付なんだよね。まだかなり余裕ある時間が。ガルパンギャラリー発見した。茨城県産の干し芋使用カレーとボコのバッカレー買ったのに普通にカレー。いいねいいね。それサイズ感なかなか良いですよ。かわいい。トラベルミンをゲットしました。楽しみだね楽しみだね。家でちょっと作ってきたんだよね、夕ご飯を。今日の食卓。夕飯を作ってきましたので、じゃーん。おにぎり。おかず入り。これ多分冷めてもうまいと思う。俺の荷物で場所がなくなった。狭いんだけど。8。お、よかった。やばい、ネギが柔らかい。準備しといたの。いただきまーす。なんか荷物減らせるのあるかな。何が重さを増してるのかな。積み重ね。パソコンとかも無理、ドローンとかも無理です。ごちそうさま。バイクたちが乗っていく。あ、達夫も行った行った。達夫行った。お、行った行った行った。達夫行った。おー、乗っていった乗った。お待ち申し上げております。ご夕食は大人2000円、お子様1000円、またスリッパでのご来店、飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。ちょっと前回のスーペリアに比べたらだいぶ狭くて古い感じがするな。多分船自体が前回のが多分新しい船だったんだろうな。まあまあでも個室で落ち着いて。あ、テレビはでっかい。ここにトイレとシャワーと手洗い場があります。で枕元に読書灯みたいのがある。エアコンがあって窓はなくて。来た。あ、アメニティは寒いみたいのとタオルがあって、これは前と一緒だ。このシャンプー、ボディーソープ。あ、こっちだ。6S09。なんかもしかして内側からやってた？いや、今やった。ありがとう。だよ。重っ。これ俺のこんな重い？あ、水も入ってんだ。重かったんだから。遅かったね、だいぶ。達夫が乗ってからだいぶ後で乗った。そうなんだ。大洗港を出港し、公海速力約23ノット、時速 44km で北上。午後1時30分に苫小牧港へというご予定となっております。これ反対か。じゃあね。
シリコン耳栓使ってるけど、それはなんかその形状は新しい。おやすみなさい。おはよおはよう。めっちゃ寝れた。う。私も寝れた。さ、ここ窓がない部屋なんやけど、こそうれが良いね。いい、意外と良かった。全く光入ってこなくて。こういうのが売ってるんだ。お部屋で食べるのがこれだな。あとサンドイッチとか。そうそうそう。カップラーメンめっちゃ充実してるね。俺カップラーメンとおにぎり食べようか。あ、セコマのうどんだったのこああ、そうなんだ。れ。GoPro のマウント折れちゃった昨日。これ衝撃だよね。バイクとか釣りで使うからさ、うん。これ致命的なんだこれ必要よね。これさ、私ね、この首にかけるやつ100均で売ったの見たことあるんだけど。今9時45分。なんかさっき11時でしょとか思ってたんだ。そう。で、なんで私それで買いに行ったんだね。そこがなぜか今11時15分になってる。なんで俺今昼飯を買いに行くんだろうってさっき思ってたんだよ。まだ朝なんだよって。味はうまい。太陽に守られてフラワー太陽に守られてダイソーある。ダイソーはどこだ？生活グッズ。普通にダイソーに売ってたわこれ。Head northwest. 支笏湖のキャンプ場で待ち合わせをしているので、仮装とは別で向かいます。ビフエキャンプ場。ってオートキャンプ場なのかな。オートキャンプ場ないのかな。7日。7日。あ、今日の正午まで休みだったのね。ここはお金払って車で寝るでもいいんじゃねえの。わかんないけど。そうだね。
手作り。そんないっぱい食べんしょ。色遅かったし。これ普通に食べる。あ、マジ？うん。 1.5 合。何作んの？カレカレーじゃない。ー？チキン。チキン。いろいろと準備不足でしたね。椅子も1個しかないし、このキャンプ場もシャワーがないから今日お風呂なしになっちゃったし。一番の痛恨のミスはビール忘れたことだよ。あ、ビールも忘れたね。あと DIY の端材が。この足結構しっかりしてるね。あ、そうそう、それ Amazon で買ったやつ。スパイスをマジでビール忘れたの痛いわ。北海道上陸祝い。おめでとかー。今日はボンゴで寝るか。ここでツェルトを張って練習するっていう手もあったけど、めんどくせえわ。う。今日はさ、なんか風呂も入れないというハンデもあるから。到着遅かったしね。ネットが通じないからさ、作戦考えられないんだよね。考えられんね、おっぱ。情報収集できない。できない。とりあえず休めということかもしれん。あ、そうか、焚き火やったらあれか、匂いとかついて風呂に入れないのに辛いってことが。あー、じゃあガスコンロにする。ガスコンロでそれと料理にする。それがいいかも。うん、それがいい。臭いまま寝るのやだ。やだ。やっぱ冷蔵庫あるってすごいいいよね。冷蔵庫が当たり前になりすぎててさ、バイクで荷物準備するときちょっと戸惑ったもん。ビール結局忘れてるけどさ、ビール買うとしたらどうやって冷えたまま飲もうってさ。その場で飲むしかねえもん。ハーブとニンニクで仕込んだ。うまそうじゃないか。なかなかな。寒くね？冷えてきたね。寒いね。23.5 度。あ、涼しい。あ、忘れすぎだから。これ使うときあんの？たまに使うのこれ。ハーブ鶏が完成しました。カレーの香りするね。クミンが入ってるから。俺もこの旅中にカレースパイス料理を1個やりたいよ。あったけえボンゴの中。うん、だって上着暑いよ。こうだわ。外寒かったよね。うん。ねえ。うん。バチバチに効いてるハーブ。結構バチバチだねこれハーブが。うまい。クミンシードとコリアンダーシードとタイム。ぜひこれを釣った魚でやりたいな。タンパク源の確保お願いします。あ、でもさ、うんここで釣りする気が起きないんだけどなんとなくなんでだいそれは。わかんない。あ、椎茸美味しそう。それって 63% しかないんだよ。船の中ではさ出ていく一方だったんだ。ソーラー充電だから冷蔵庫を動かしっぱなしで。そう 65% ぐらいまで減ってて、今日の昼間で71とかぐらいまで盛り返してまた減った。じゃあさ、サーモントラウトは狙わんってこと？あ、ブラウントラウトブラウントラウト。いっかなってうんがっつり狙える時間もないし、まあ一番優先度高いのは知床だよね。朝気が向いたら投げるかもしれない。帯広向かって明日帯広泊まって、もう明後日知床に行く。多分1日200キロが限界だろうから、どんなにやっても200キロ以内には収まるようにな
移動あんまり予定した。移動しすぎて疲れるのも良くないよ。うまっチキン。ついさっき大戸屋で食ったばっかなのに。普通に食べてるねこの方。バイクの運転って腹減るんだろ。タレください。溶け込んでるんだよ溶けね。込んでる。私はね旭岳に登ってみようと思ってるよ。旭岳の近くはね車中泊できるところがないから1時間ぐらい手前のところで泊まってってなるかな。2。いっせーの1。イエーイ圧勝した。1。ねえなんでその伊勢だって早いの。いっせーの3。うえーい。すんませんな。場所が狭いから一旦達夫に外に出てもらって、はいはい。こうやってはいはいはい。いけてる寝床できた。よっしゃ。おやすみ。なんかあったかいから腹かけだけでいいかも。あ、そうだね。おはよう。おはよ結構涼しいよね。う。寒かった。今ね、20度ちょいぐらいしかない。21.5、20.5度ぐらい。いい朝。なんかサップ膨らましてる人もいるね。カブも元気そうだよ。もう元気そうだ。そしてこの水の中もきっと綺麗だろうなと思う。寒いけどちょっとぜひ見たいから。やばい、この時点でものすごく綺麗なことがわかる。やばい。気持ちいい。おかえり。ねえ、やばい。マジですごいもん見ちゃった。何？魚の大群。うん。でっかいの？中サイズの魚がブワーって。
ごい、めっちゃコンパクト。岩谷カセットガスジュニアコンパクトバーナー、屋外専用ダイソーアルミ鍋コンロー。若干この夜露に寝袋がやられてんのが気になるな。湿ってんじゃねえかなこれ。寝るときボンゴの中入れときゃよかった。寝袋、このサイドバッグも結構びちょびちょになってる。中は大丈夫だったけど、冬の北海道もまた綺麗だって思ってさ。北海道もいいね。冬もなんか麺これちょっと多いかな。 LSD キャラバンで2度目の冬の北海道。毛ガニうますぎたよね。毛ガニの甲羅酒が最高。そう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 。よし、完成だ。うまっ。あ、虫が来やがった。うん。虫が自滅したキノコにくっついて今日どこ行くの？だけ方面。北海道の真ん中の方か。あんなネイチャーな感じのカラス初めて見るかも。佇んでるね。しかもこっち全く気にしてない。なんか野鳥みたいなカラスだね準備が整った。結露してるよ。すごくね。あ、そろそろ行きますか。